こんにちは、斉藤直樹です。なんと、気まぐれ添削が200回超えました。いつも動画を見てくださっている皆さん、そして作品を投稿してくださる皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。僕もね、作品を添削させていただいている身なんですが、添削をしている中でね、僕自身、これってこうやると、こうよく見えるんだっていう発見がいろいろあったりして、すごく勉強になるんですよね。なので今日は、そんな気まぐれ添削の中から、過去の添削も含めて、この添削はすごく勉強になったっていうね、そんな発見をいろいろご紹介していこうと思います。過去のね、振り返りの部分もあるので、今日はまとめて10作品紹介しちゃいます。ずっと添削を見てくださっている皆さんは、懐かしく思えたり、あとは最近見始めた皆さんも、そんな添削が過去にあったのかってね、たくさん発見をしていただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。顔のバランスに気をつけよう。最初に紹介する2つは、顔に関するポイントに着目しつつ、添削した作品です。というのも、特にキャラクターイラストって、全体的な完成度の高さももちろん大事なんですが、顔が可愛く、かっこよく描けていないと、それが全体の印象にも影響を及ぼしちゃうぐらい、重要なポイントなんですね。X でいいねがたくさんつくとか、たくさん拡散されるかとかも、ここにかかっていると思うので、もっと褒められたいと思っている人にとっては、無視できないポイントだと思います。最初の作品はこちらの作品です。はい。原始のナヒーダちゃんのイラストですね。僕がいつも言っていることですが、手もね、きちんと画面内に描かれていますし、特にね、あやとりをしている手なんて、これ結構描くのが難しいと思うんですが、そこもごまかさずに頑張って描こうとしていて素晴らしい作品だと思います。ただ、僕がちょっともったいないなと思ったのが、まさに顔のバランス。特にね、目がちょっと大きすぎるかなと思いました。これはですね、特に初心者から中級者の方に多いんですが、目を頑張って仕上げようとするあまり、目がどうしても大きくなりすぎてしまいがちなんですよね。全然ね、それ自体は否定すべきところではないんですが、頑張って描いた後に、ちょっとだけ目を小さくしてあげると、バランスが取れていい場合が多いと思いました。僕はこのように添削させていただきました。はい、どうでしょう？絵全体の印象が結構変わるぐらい劇的な変化に見えたのではないでしょうか。はい。これね、確かに手は大幅に描き換えたのと、あと絵の上の方にね、明るいライティングが足されているのですが、はい。特に目に着目していただけるとわかるんですが、僕目はですね、実は全然描き直したりなんかはしてないんですよ。単純に変形を加えて少し小さくしただけなんです。はい。顔の形状に関しては、その他は顎をちょっと縮めただけですね。なのに、これだけ印象が変わってしまうんです。バランスの大事さ。これ結構わかるでしょう。はい。もう一例見てみましょうか。こちらのイラストです。こちらはシナモンミクちゃんのイラストですね。色に清涼感があって、すごくね、甘い感じの香りがするような色使いが特徴的なイラストです。はい。素敵ですね。こちらのイラストもですね、全体的な雰囲気がいいなと思ったんですが、顔がちょっと濃いなと思いました。顔が濃いイラスト。僕結構実は好きです。というか、そもそも僕のイラストももともと顔が濃いんですが、僕そのせいでですね、全然イラストレーターとして売れなかったという過去があります。で、そこを直したら、キャラクターの絵師として食っていけるようになったので、もしね、もっと売れたい、もっと人気になりたいっていう人にとっては大事なポイントだと押さえておいてください。はい。僕はこのように添削させていただきました。はい。はい。こちらはですね、結構念入りに顔の解説をした添削だったので、さっきの絵よりも変更点が多いです。特に注目してほしいのは、顔のね、中身の描き方ももちろんそうなんですが、肌色の違いについて着目してみてください。変更前は、黄色みの強い肌色でした。黄色っぽい肌色って、キャラクターによってすごく元気に見えていいんですが、なんていうか、ちょっとやんちゃな感じだったり、野生味みたいなのが出るんですよね。アウトドア派っぽいって言ったら分かりやすいでしょうか。このイラストの場合には、そういった野生っぽい感じじゃなくて、おしゃれで清潔感のある、清涼感がある女の子、みたいな感じで、どっちかっていうとインドア派、みたいな魅力を出した方が、イラストの雰囲気に合ってそうだなと思いました。なので、肌色の色味を黄色ではなくて、ピンクっぽいイラストに振ってみました。それによって一気に雰囲気が変わったのがお分かりいただけると思います。はい。もちろんですね、癖を全部取ってしまうと、それはそれで味気のない、よく見るようなイラストに見えてしまうっていう風にね、思う人も多いと思うので、どの程度この添削を取り入れるかは作家さん自身にね、委ねていますが、今お伝えしたポイントを取り入れることで、投稿のいいね数とか、どのぐらい拡散されるかとか、そういうね、人気っていう部分においては、ものすごく変化を感じていただきやすいと思います。これはね、僕自身の経験なので、これはね、はっきり言えると思います。白目の分量に注目しよう。
もう一個、顔に関することを言います。さっきは顔全体のバランスについてざっくりお伝えしたんですが、次はピンポイントで、ここに変化をつけると一気に顔の見た目を改善できる。でもここ意外とみんな意識してないんだよね。っていうポイントをお伝えします。それが、白目の分量です。こちらのイラストをご覧ください。はい。窓マギのまどかちゃんのイラストですね。いやー、僕ですね、この絵の雰囲気めっちゃ好きなんですよね。シンプルなのに奥行きがあって、まどかちゃんの神秘的な雰囲気もよく表現できていると思います。はい。素晴らしいです。ただですね、僕がちょっと気になったのは、まさに白目の分量です。白目がですね、ちょっと多いんですよね。黒目をこう、ぐるっと囲うようにして、白目が入っているので、目の表情も相まって、なんかめっちゃ驚いているような表情に見えちゃっていました。なので僕は、このように添削させていただきました。はい。ドン！どうでしょう？顔の印象めっちゃ変わったように見えませんか？でもね、最初のイラストと同じように、僕はこの目、別にね、描き直してなんていないんです。はい。目をアップにしてみると分かりやすいと思うんですが、僕はね、ただ単に黒目の部分を拡大しただけなんですよ。ほら、目の中の書き込みとかも、まつげの形状とかも別に全然変わってないでしょ。まあね、口がちょっと驚いているような形状に見えたので、口は書き直したんですが、逆に書き直したのってそこだけです。ね、顔の印象が作品全体に影響を及ぼしてしまうっていうのが感覚的に理解できるでしょう。はい、もう一例。これも白目について着目すべき添削例、ご紹介します。こちらのイラストです。うさ耳が印象的な男女ペアのイラストですね。はい、女の子が積極的で、男の子が汗汗している感じが、これ令和っていう感じがしますね。はい、可愛らしいイラストです。ただ、僕が気になったのは、やっぱりね、白目なんですよね。今度は白目の分量が多い。というよりかは、白目が目立つっていうのが気になる感じです。特に男性側なんですが、髪の影が肌色に落ちているので、肌色がね、濃くなっています。で、その中で白目が結構白く描かれていたので、すごくね、目の印象が強くなりすぎてしまって、悪目立ちしているような感じがありました。なので僕はこのように添削させていただきました。はい、ドン。はい。何をやったのかわかりますでしょうか？そうです。男性側の白目はちょっと暗くして、肌色に馴染むようにしたんです。で、女性側は逆に肌色側を少し明るく持ち上げて、白目との境目を曖昧にする形で、白目がね、目立ちすぎないように調整しました。はい。そしてもしかしたら勘がいい人はお気づきかもしれませんが、二人ともね、目の大きさをちょっとだけ小さくしています。これ気づいた人結構すごいですね。はい。さっきもお伝えしたポイントですね。合わせ技です。今紹介した2つのポイント。目の大きさと白目の分量。これだけでも意識することで、かなりイラストが洗練されるポイントなので、自分の絵って目がちょっと大きくなりすぎてないかな、白目が悪目立ちしすぎてないかなっていう観点でぜひ見直してみてください。かなり効果があると思いますよ。線の太さ、濃さを意識しよう。さて、僕のチャンネル、たまに奇跡のようなことが起こります。さっき紹介した窓マギのまどかちゃんの声優、皆さんご存知かと思いますが、そうです。結城葵さんですね。ちょっと未だに信じられないんですが、結城葵さんご本人からイラストの添削依頼がありました。こちらのイラストです。天は二物を与えずとか、適当なね、ことわざがありますが、全然そんなことないですよね。声も素晴らしい、イラストも素晴らしい、やばいです。まあ、これがね、努力の賜物だと分かっていても、ちょっとね、羨ましくなっちゃいますね。さて、どこを添削していくのか迷うようなイラストです。ですが、僕が一点だけ気になったのは、情報の順位付けに関してです。情報の順位付け？どういうことって思うかもしれませんが、そのぐらいね、レベルの高い問題ですね。これはですね、絵をものすごく一生懸命描くタイプの人に起こりがちな問題なんですが、そういう人ってね、画面全体をまんべんなく埋め尽くそうとするので、描いている絵にですね、順位付けがいまいちされていなくて、全部がいっぺんに目に飛び込んでくるということが起こりがちです。なので僕はこのように添削させていただきました。はい、ドン。はい。情報の密度はそのままに、なんとなくどこを見ていいのか、はっきりと定まって、絵が見やすくなったのがお分かりいただけるのではないでしょうか。ポイントはいくつかあるのですが、一つ注目してほしいのは、線の太さと濃さについてです。添削前はね、線の濃さが全体的に一緒で、茶色に統一されていた感じでした。なので、もともとね、実は順位付けしようとしているのは伝わってきて、線の太さを変えて、もともとね、結城さんは書き分けようとしていたんですね。はい。ただ
ですね、これ絵柄にもよるんですが、実はイラストの場合って漫画と違ってですね、線の太さによって描き分けるよりも、線の濃さによって描き分けた方が、実はね、絵が柔らかく、そして可愛く仕上がることがあります。はい。特にわかりやすいのが、この髪の毛の線に着目してみてください。添削前の髪の毛の線がしっかりはっきり描かれていて、髪の毛をね、こう記号的に表しているのに対して、添削後の髪の毛は色をね、こう若干薄くしたことによって髪の毛に馴染んで質感を表現するような柔らかなニュアンスに変化したのがお分かりいただけるのではないでしょうか。こういった細かい色の変化をパーツごとに施していくことによって、ただの線に見えていた部分を質感に変化させて、記号としての絵から触れそうなモフモフへと変化させることができちゃうんです。すごいでしょ？さあ、もう一点、線による情報コントロールが重要だと分かるイラストをご覧いただきましょう。こちらのイラストです。ごめんなさい。ちょっとね、このパート、めちゃくちゃレベルが高いこと言ってます。これね、頑張ってついてきてくださいね。一回で分からなくても、何回か見ていただくと、言っていることがだんだん理解できるようになると思います。はい。こちらのイラストも、全体的に書き込み量がすごくて、密度の濃いイラストでした。特に背景の沈没線が、質感も含めて、しっかりと書き込まれているので、逆にね、手前のキャラクターの印象が、ちょっとね、弱くなってしまっていた、という問題があったんですね。はい。これはですね、さっきも言ったように、絵をしっかりと書き込むタイプの人に多いので、全然マイナスなポイントというわけではありません。むしろプラスの要素なんですが、そういう方はですね、ぜひ書き終わった最後にメインのキャラクターをさらに持ち上げるように書き込みを意識すると、さらにイラストをパワーアップさせることができるようになると思います。はい。僕はこのように添削させていただきました。はい、どうも。どうでしょう？キャラクターの線、特に顔の部分の線をしっかりはっきり書き込むことによって、キャラクターが前に出て印象がはっきりしたのがお分かりいただけるでしょう。さっきの作品は線を馴染ませるような方向で調整しましたが、今回の絵は逆に線でキャラクターを浮き立たせるように逆の使い方をした例です。このように線の太さ、濃さを調整することによってキャラクターを前に出したり、逆に背景に沈めたり、質感を足したりと結構線でね、いろいろなことができちゃいます。ただの線と認識しているとちょっともったいないので、ぜひね、このポイントを押さえておいてくださいね。塗りにメリハリをつけよう。さて、どんどん行きましょう。次のポイントは、塗りにメリハリをつけようってポイントです。早速こちらのイラストをご覧ください。はい。実はですね、緑って結構難しい色で、あまり多用すると、ダサい色になりがちなんですが、そのね、難しい緑色を使って、綺麗にイラストを仕上げているのが、このイラストのすごいところですね。はい。ただ僕がちょっと気になったのが、色の塗りがですね、全体的にちょっとぬるっとしてるなってところです。特に肌色の影の塗りとか、あとは髪の毛の明るくなっているところの塗りとかを見ていただくとわかると思うんですが、こう何度もね、塗り重ねながら、徐々に明るくしたり、徐々に暗くしていっているので、色がね、こう途中でちょっと濁ってしまって、汚くなってしまっている部分が見受けられました。なので僕はこのように添削させていただきました。パイトン、どうでしょう？塗りにね、全体的にメリハリがついて、すっきりとした見た目になったのがお分かりいただけるのではないでしょうか。まあもちろんね、こうするのが完全にいいというわけじゃなくて、ぬるーっとね、画面から浮き出てくるような塗り重ねの良さもあるので、完全にね、こっちに寄せることはないんですが、部分的にはね、塗り重ねじゃなくて、こう、バキッと色の変化をさせることによって、シャープな見た目もね、作り出せるところがあります。表現にこういった幅を持たせることによって、絵の幅もね、ぐぐっと広げることができるようになると思います。さあ、もう一点。これも塗りのメリハリについての添削、見ていきましょう。こちらは、リーグオブレジェンドのファンアートのイラストです。はい、キャラクター自体ものすごく可愛く描けているので、形状を直す必要は全くないな、と思ったイラストです。特にね、顔が可愛いですね。もう最高です。ただ、ちょっとだけ気になったのが、やっぱりね、塗りですね。特にこれは、エアブラシのようなグラデーションを多用している人に多いんですが、全体的にコントラストが弱くなってしまって、印象が結果的に弱くなってしまうということが起きてしまっていました。なので僕はこのように添削させていただきました。ドドン。はい、これも主に肌色の部分なんですが、全体的に明るめで陰影があまりついていなかった部分に対して、思い切ってね、影と光のコントラストをあえてつけて、全体的にメリハリを持たせてみました。思い切ったコントラストをつけるのってね、実際に絵を描いている人だったらわかると思うんですが、結構怖くなっちゃう部分です。ですが、特にこんな風にね、思い切って明暗さをつけてあげることによって、絵にメリハリが生まれて、目を引くイラストにできると思います。なんかぼやっとしちゃったなって思った時には、それはもしかしたら塗りにメリハリがないからかもしれません。ぜひこのポイントを取り入れてみてくださいね。印象的な色を一つ設定しよう。
さあ、本日最後のポイントをお伝えしていきましょう。こちらのイラストをご覧ください。森に住む魔女が冷たい目線でこちらを睨みつけている。そんなね、ちょっと背筋が寒くなるようなイラストですね。骨をモチーフにした衣装デザインが素晴らしいと思いました。はい、たった一つですね、僕がこの絵を見てこうだといいなって思うポイント。それは、もっと魔女の目の冷たさや存在の怖さを強調できないかなっていうポイントです。なんかね、全体的に丁寧に描かれているにもかかわらず、さらっと見えてしまって、目が止まる感じがしないんですよね。このイラスト。そこが気になったところです。全体的にあっさりしすぎてしまった。そんな時はどうすればいいのか。僕だったらこうします。ドドドン！はい。印象的な色を一色足しましょう。こちらのイラストで言うと、帽子の裏の青色ですね。どうでしょう皆さん。この青色が加わったせいで、なんか別にそう意識しているわけでもないのに、この青色の部分にシューッと目線が引きつけられるような、吸い込まれるような感覚がお分かりいただけないでしょうか。青色だ。青色綺麗。なんか、この女の人の目も青色だ。なんか綺麗だな。俺は今、何をみたいな。なんか一瞬我を忘れそうになりませんでしたか？そうなんです。色を印象的に使えると、そういった目線の引き込み力が格段にアップするんです。色のパワー、やばいでしょ。さあ、もう一例見ていきましょう。こちらのイラストです。危ない目をした国家警察っていう感じのイラストですね。政府の犬とか呼ばれてね、恐れられていそうな怖い雰囲気のイラストです。はい、かっこいいですね。全体的に暗いトーンでまとめられていて、それが怖さを助長していると思うんですが、暗いトーンでまとめることによって、絵の弱さにも繋がっているような感じがしていました。なので僕はこのように添削させていただきました。はい、ドン。印象的な色を一つ設定するということで、赤色を強く打ち出してみました。赤はね、そもそも明度が低いので、かなり鮮やかな赤を入れても暗い雰囲気というのは壊れません。なので、暗い雰囲気は保ったまま、赤で目線を引きつけておいて、で、徐々に目線を人に移していくと、うわ、何この人。めちゃめちゃダークな顔で笑ってるんですけど、怖ってね、目線を絵に滞留させる時間を増やすことができちゃいます。印象の弱さが気になったら、印象的な色を一色追加してみる。意識してみてくださいね。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？今回の動画では添削のビフォーアフターをお見せする形で実際に描いている最中は見せていませんでした。ただ中にはね、実際に描きながらどういうポイントに気をつければいいの？そこから取り入れたいっていう方も多いと思います。そんな時にはこちらの動画、7ステップで背景は簡単に描けますがおすすめです。こちらはついついめんどくさいと思って避けてしまう背景を簡単に7ステップで描く方法を紹介した動画です。実際にね、描きながら解説を加えていますので、自分の絵に取り入れる想像をしながらご覧いただけると思います。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。